ゴヤフグとかいなかったんですけど、今日は見えてますね。いいだこ。ここ小川の後なんですよね。もうないんですけど、網がべちょべちょになります。ちょっと飛ばして岡川へ移動。で投入。まあでも下手するとここでもべちょべちょになるかもしれません。めっちゃいいですねこれ。移動せん方が良かったかも。足よう来たらゲタもねおるし、いいだこ。1番目はちょっとチヌ狙ってみたんですよね。今チヌ一番美味しい時期なんで、それかも何でも今一番美味しいですよね。牡蠣もカニも明らかに1月後半から2月上旬が一番うまいですね。三田牡蠣、まだ出てきた。狙ってみたチヌはこれだけですかね。赤魚、まあ今逃がしてもカモメの餌ですね。汚れたかなあ。でもあんま汚れてないですね。これなら大丈夫。でも小川カスがあんまり獲物もいなさそうだし、こんな少ない。あ、でもエビはすごいですね。またもやヤマトウミウシめっちゃ増えてますね近年これ。どこやってもカニヒラメ待ちの量なんですけど、ちょっといやでもエビはすごいな。エビはこっちの方がめちゃくちゃ多いなこれ。ちょっともう一番だけこれが見えたんでやってみて、もう一回さっきのチヌのところにかわしてみます。これは売り物になりそう。あーでも薄いってるかおかず。番号ごとに汚れていきますね。もうやめた方が賢明かも。もいなくなりましたね。潮の流れる方向が変わったら、ちょっと今潮変わった。さっきカニが当たった時潮の返しだったんですけど、もう流れる方向変わったんで、今
上り潮ですね。下駄消えましたね。小川の中に網をつけてみました。元小川です。ちょっと一回網を洗えレベルになってきましたね。いやおらんな。朝が良かっただけですねこれ。朝のチヌがいたところに帰ったんですけど、一つだけ。まあこれおったからいいか。平木はもうおかず用ばっかりですね。これまたおかず用。また大ゴッドが食べれそうです。紀元ダコって昔の人が呼んでますね。まあ、足がすぐ切れるんですよねこれ。手長ダコじゃないんですよね、一般の正式名称は分かりません。ちょっとこれではなんぼなんでもいけんので、また場所変えましょう。これは全然マシっす。かけたもん4つ。過去3年連続多かったけど今年は少ないですね。まあ片い方やってないんで片い方にどれぐらいいるかですけどね。以前言いましたけど、昔はこれを唐揚げにしてね、じいちゃんとか食べてたらしいですよ。食料なかったんでしょうね。でも多分こっちの方が美味しいんじゃないですかね。あと寒くなってきたんで赤エビ見え始めました。まあ、自分はあんまり拾いませんね。ジャリジャリしてね、ちょっとあんまり美味しくないですね自分は。かといってちゃんとエビの味ですよ。他のエビが美味しすぎるっていうだけです。あとはもうこの辺でカニヒラメ待ちですね。こんな人と往復しながら。タコ出た。なかったと思いますけど、自分にはちょっといいものが見えましたね、一瞬。よいしょ。貝殻の中にいるはずですけど、どの辺りにいるのか不明ですね。多分この辺いない。おらんな。気のせいではないと思うんですけど、おらん。おった。
イラギですね。しかし全部おかずタイラギ丼できるんじゃないでしょうか。ちょっとガサも入ってないんで一旦網を洗います。もっと早い段階で洗うべきでしたけど、洗ってもすぐ汚れますね。じゃあなんかいいの来い。おお、でもなんか薄い、またしてもあ、来た、嬉しい。この時強かったですね。よかった。これどうしよう、一応拾って帰るか。ペラペラやな。こっちから入れると思った。まあ OK です。あった、こんなです。嬉しい。最後潮の返しの前に、うわ危なっ、ここですごっ、急にでかい。潮の返しの前に網洗っといてよかったです。よかった。今日もカニのおかげでなんとかロイヤルカナンが買えそうです。おい、ちょっとダブルびっくり。もうさっきのようなペラペラではないですね。いや、網洗っといてよかった。ではもう一番やって帰りたいと思います。土砂あげませんでした。またこけさせてあげようかなと思ったけど海に落ちるわよ。朝多めがおったけん、やった。おおっと思って、あとはヒラメだけやんと思ったけどヒラメがなかなかじゃなかったね。でも最後夕真面目ではい、ヒラメ食べてましやりました。た。あそこにありますけど、それまでもおったんだけど、ヤセヤセとかショーもう逃がすようなやつとか、それがいいな。最近は夕真面目のおかげでなんとかなってますね。ほな夕方遅い方がいい。でも早く帰りたいけど早く帰ってしまう。あと2番ぐらいやればいいんだけど、最後はもう硬い方行ったけん、ここで硬い方行けばおるんだけどな。もうつべちびさせたくないけんいかんのよね。なるほど。短冊移しておきましょうか。あとはおお、立派なんが。オスやけどね。おお、でも最初朝一メスがそうう。なんよ。傷がついてなければもう万事よしということで、はい。メスがこっち朝一当たってくれて、あ、傷がある。今気づいた。おまや、お世話、お尻のとこにちょっと傷が。残念。たっぷり。まあいっか。もうトラッシュこれだけで OK です。はい。この間若い子がうん。チヌの竜田揚げをしたらめっちゃ思って子供がバクバク食べたって言うよ。ああ、美味しそうやんな。これにしてみましょう。はい。尾道瀬戸田の農家の方から何か届いております。もうこの辺に住んでる方は瀬戸田といえば何か分かったと思いますが、うわ綺麗。なんか珍しいオレンジのような。瀬戸田といえばこれレモンですよね。うわめっちゃいい匂い。うわすっごい本当にいい匂い。うわもうちょっとなんか匂いのレベルが違う。この辺に住んでいらっしゃらない方は瀬戸田のレモンを知らないと思いますけど、超ブランド品なんです。さらに上に足しまして、
泡立てないように入れなさいと漁師の先輩から教わりました。でも泡立ってますよね。氷入れてるんでね。シェリーゲンシュタルプレミアムブレンドいただきます。うわ、うまっ。これも動きが止まるくらい。レモンアクセント最高ですねこれ。うわ、これうわ、これはうまい。赤エビをねいつも拾わないんですけど拾ってきました。いるところにはね赤エビだらけ、めちゃくちゃうじゃうじゃいるところがありますけど、まあ自分は桁ではあんまりいきませんね。おザラザラしない。あ、ちょっとジャリってした。もうちょっとジャリってする時があるんですよね。まあでも美味しいです。これがうまい。これはフグです。はい、わかりました。来ましたメイン。ちなみにこれはこちらチヌの竜田揚げ、こちらは彼岸フグです。彼岸フグはもうもう唐揚げ専門みたいなフグで、他の料理店はちょっと名古屋とかに勝てないんですけど、唐揚げだけは美味しいですね。唐揚げだけはですけどレモンが効く。ちなみにですけど炙りもやってみました。2月のチヌは前回のタイの炙りに勝てるのでしょうか。浜東を出てみましょう。塩大好きです。沖縄の塩です。はっきり言って丼にする必要は全くないんですけど、丼にしてみましょう。取れたて水菜です。ありがとうございます。チヌだけだと面白くないので板ぼがきも竜田揚げにしてみました。そして彼岸フグにチヌということでいただきます。炙り勝てるんでしょうかね、前回のタイに。もう好みの世界ですねこれ。歯ごたえと脂の乗り具合はチヌの勝ちですね、前回のタイより。ただ自分はタイの方がちょっと好きですかね。ではチヌの竜田揚げいってみたいと思います。若い子がねお子さんに作ってあげたら子供がバカバカ食ったっていうこの竜田揚げをいただきます。うまっ。びっくり。ちゃんとびっくり。何が？竜田揚げ若い子がうめえって言うだけあるわ。今まで食ったチヌ料理の中で一番うまいかも。時期がいいのもあるんだよね。まあもちろん時期がいいのもあるけど、だって炙りとか刺身よりうまいもん。驚き。これはちょっと今までチヌ料理いろいろ教えてもらっていろいろやったんですけどダントツの1位かも。これすごいわ。まあすごいびっくりした。本当にびっくりです。これ彼岸フグいってみます。あ、彼岸フグのもちろん歯ごたえありますけど、美味しさでいうともう遜色ないチヌ。フグに負けてないですね。では板ぼがき。あ、うまっ。板ぼがき優勝ということで今回もご視聴ありがとうございました。